おはようございます。画家のぎそです。今日はですね、こちらですね、プラハを描いた動画となっております。大変そうねという感じでございますよね。本当にモザイクでございますけども、ぜひぜひ細かい話とかしていってるので、ぜひぜひ楽しんでみてみてください。それでは本編、どうぞ。それでは解説していこうと思います。プラハを描くということで。またこれ最後5分ぐらいはちょっと私が喋らないバージョンが入っているかもしれませんけども、細かいね。これ写真を転写しました。写真は A3 サイズに、したものをこの30号というサイズに引き伸ばして、書いて、転写するんですけど、この赤い線っていうのは、ベンガラ、ライトレッドと呼ばれるものをこう、あれにしてですね、カーボン紙代わりにして、コピーがあってベンガラっていうのにしてっていう風にしていってます。プラハ30号ちょっと1枚ね古典というものがありますので、それのメインとなるような作品を描くということで30号ぐらいの大きな風景をにいたしました。結構この辺の墨入れから大変でした。この辺りから腕の痛みを感じ出したので、こういう細かい仕事とあれかな、テニス肘的なことっていうので今衝撃波治療というのをやってるんですけど、やったことあります皆さん。めちゃくちゃ痛いんですよね。でこれインプリマトゥーラといって、これはロアンバーとちょっとウルトラマリンブルーみたいなので、塗っていっております。チャッチャッチャッチャとこう全面にこうハケで塗っていっておりますね。こうとにかく吸い込みが激しいので、吸い込みとかをどうしてもムラっぽくなるので、あんまりガチャガチャ何度もやりすぎないというところがちょっとポイントになってくるかなというふうに思いながら、で濃すぎずに下の線が消えすぎてしまうと、特にこんだけ細かく描いた絵っていうのはこれぐらいの感じでとどめておきます。若干ちょっと明るめにしておきます。白味という下地ですみませんね。もうマニアックな技法ばっかで完成に乾燥後。すいません、タンクトップおじさんで、山下清ですね。この後ろの絵も100号とか大きいのを同時に描いていっております。よく聞かれるんですけどね、作品、どれくらいかかりますかって。これだから多分5月、6月ぐらいから書き込めなさいのおじさん切ったの言うてからね。もう日焼けしてる段階でもう6月ぐらいかもしれませんよね、これね。グッとこの辺カットすりゃよかったね。これ結構難しいんですよ、貼るの。で、なんでこんな写してるかっていうと、こう気泡が入らんようにこう空気を抜きながらこうやってねやっていくんですよ。で、これ結構難しいんですね。で、絵自体を縦にして、要はあれが下にまっすぐ降りていくので、すみません、頭が申し訳ない。これだから線を一生懸命見ながら向こうの地平線のところをぎゅーっと切っていってるんで、大事なところなんで、このように、ゆっくりお見せしておりますけども、こういうふうに、地平線をまず切り取っていっております。ねえ、細かいね。細かいね。で、ペリってやると、こんな感じで、地平線のとこができました。そこから街の中をね、こんなね、こんな感じ、わかります？これメインとなるところをこう切り取って、それもなんか一つ一つね、この辺を先に切り取って、この辺をだいたい明るい壁のところから切り取ることが多いですけども、明るい壁みたいなところを切り取って、いっております。大変ね。ジュージューピーということでございます。こういうことですね。細かいこういう切り取りみたいなことをして、こういうマスキングテープはもう白味やからできるっていうのと、あんまり下の絵の具を白味を、切り取ってしまわないようにしながら、その辺は慎重にしながらやっていきます。チッとね、もうピリピリとね、細かい。大変。皆さんどうですか？やりたくなりますか？やりたくなってほしいなと思うんですけどね、やらない方がいいと思いますよ。全然こんなね、もうダラダラと、こういうのもこれやったらだいぶわかりますよね。何やってたかわからないでしょ。
そういうことを編み出して自分の技法みたいなのとか自分のその技みたいなのとかこれは私のあれやっていうのを編み出すというのは僕は一つの強さかなと思いますよ。よく言うんですよね。子供の絵がすごいいいとか子供みたいが最高やって言うんですけど、どうしてもやっぱ大人になっていって子供みたいな絵みたいなのはもちろんマスキングが終わり絵の具を乗せていきます。言うんですけどそれってそういうのをやっぱり例えば岡本太郎先生にしてもピカソにしても昔からあるんですけどそこを目指すというのの難しさあとは教えることの難しさってありますよね。だから子供の頃から褒め続けてもこれ以上成長しないでって言い続けるしかないんかなあるんかな。下手馬絵画っていうのがあって1990年代ぐらいにやっぱあってイタリアで、エオンツォ・クッキーっていうのとフランチェスコ・クレメンテっていう人がやっぱそういうのをコンセプトとした下手馬絵画っていうのがあったりとかするんですよね。それはそれとして、私はそれはなんていうの自分自身が満足感がないというかやっていてもわからないというので僕自身が見るのは好きなんですよ全然。ただ個人としてはねちょっとそういうのっていうのはでマスキングテープを剥がしていってますと。だからこれが1回目となると分かりますよね。こんな感じで明るい面の、壁面ができたなと思うと2回目3回目とこれだけこれ1回目でございますということで2回目でまた縦にして同じ作業でございますけどこうやってほらマスキングテープ縦にした方が先ほど、日焼けがちょっと濃くなりましたねこのおじさんね。これで日焼け止めしてるんですよ。すみませんもう本当に汚いねもう安いなんか大丈夫かな YouTube のガイドライン引っかからんかなもうちょっと心配になりますけどもうちょっとモザイクかけとこうかなと思いますけどね。もう本当に YouTube のガイドラインですよ。日焼け感がすごい日焼け感がすごい。これでも今年は頑張って日焼け止め塗ったんですけどねダメでしたね。でこうやって空気を抜くように意外とこれ慎重にやっているんですよ。それでまたこうやって切り取ってるとねくらでしょネクラですね私はこういう技法を編み出したというところは自分の中である一つの分岐点になったかなというふうにも思います。これからまた新しい技法とか編み出せたらとは思うんですけどその強さはあるかもしれませんよね。マスキングテープをギューッと切り取って壁の第2弾壁みたいな感じでなかなかピントも合わないですもんね。こうなってくるとかなりアップにしているんですけどこれでもねギューッとこういうマスキングシートというのかなを全面にある程度貼って、壁2回目の壁そうするとある程度ギュッと密度感が2回目、3回目でだいぶ見えてきますけど今度は壁とかこれは、あれですね右の方にもっと映っていないですけどカレル橋というのがあるんですけども、ここには映っていませんけどもプラハ城の方から見た景色ですね。これな左の方がプラハ城かな。で、ちゃんちゃんと絵の具を次のところに塗っていっております。壁パート2。全体的にこの絵に関しては曇り空で空が全部曇り空やったんですけどほんの少しだけ青空を入れました。それによってだいぶ絵がギュッと引き締まったかなというふうに思いますけど壁パート2を今一生懸命塗っていってこれ全部違う色を混色してねもうなかなか皆さんゾッとしますよね。これこの技法に関しては2年ぐらい前に公開したんですけどもうこれでほぼ私の持ち玉はなくなったぞということでねもう YouTube 引退かなぐらいの全てをお見せしました。別に見せてもいいかなと僕なんか昔からです全然そんなん見せてました。ただやっぱりはっきり言ってしまうと奥行き感を出すとか立体感出すとか2回目やりましたね。そういうの分かってないとできないんですよねこれね。
単に、そして、屋根のところ、次マスキングテープを貼りまして、貼り終わった後です、もうここからはね。で、マスキングテープのところに、絵の具をちょん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 と、置いていっております。絵の具をちょん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 とこう置いていって、赤。ね。どちらかというと鮮やかな色から置いていきます。わかりますか？鮮やかな色から置いていくというような感じで鮮やかな色を置いていっております。まあ、なかなかのね、労力のいる作業やなと。この段階が終わったら、次に、だいたいこう大きな、例えば森みたいなとかマスキングを必要としないような、仕事みたいなのをワンタン入れるんですけども、まあね、本当にこう、まあね、ほら、屋根がこれで。そして、次はようやくなんか描くというような感じの仕事になってきます。まあね、もう全然もう僕は見せてもええかなと思ってますし、皆さんがこれが参考になってやりたかったら、別のことで応用とかもできるかもしれないしね。やっぱりこうその辺はもう皆さんでやっぱりそれぞれのこうオリジナリティみたいなものを探していかれる、伝統的な方法みたいなものの中にもヒントはあると思うし、新しい画材とかっていうのを使っていきながらもっていうことでヒントみたいなものも生まれてくると思うんですね。だからその辺というのはやっぱりこういろんな歴史的な見地があるとか、実際の本物を見るとかっていうこととかをしてですね、実際いろんなものを見られた方がいいかなというふうに思います。過去にはそういうね、いろんな歴史的なことを話した動画もあれば、で、こう、まず暗いところから描いていきます。で、それに白を足して、明るい色を足して、明るいところをこう描いていくというような感じ。だいたい暗いところから描いていくのが私は一般的で、私の方法かなというふうに思います。暗いところに絵の具ちょん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 と置いて、そこに明るい色を置いていくという。そして叩き筆全体濡れたら、ようやく叩き筆でこう、タン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 と叩いていっております。気長な大変な作業でしょ。皆さん見てみてどうですか？やりたくなりました？ならないでしょ多分ならないと思いますね。本物ぜひね見ていただいたら、今の段階だとどうしても平面的でこう空気感みたいなものもないんですけども、その作業がある程度終わってから、これは毛先に絵の具をつけてピン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 ってこう少しこう秋の時期やったりとかするので、これ公開されてるぐらいやったらまだもうちょっと後かな。10月入ってからイタリアとかに行けてんのかな。行けてりゃいいな。見ては見て、ね、旅行先のことなんかわからないのでですね。でトン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 と絵の具を明るい絵の具を置いていきながらですね描いていきました。トントントンこんな感じです。まだこれやったら奥行き感とか全然ないですもんね。で次何するかと、屋根をね完全に絵の具が乾いてからニードルでこう引っかいていってる。どうですか皆さんね。できます？こうねでこういう作業をちょっと繰り返しながら、いやゾッとしますわね。こうやってねニードルで水を掘っていっております。かもうなかなか映らんですね。私の手の方の手毛の方が映ってますね。申し訳ない。もう見せてはいけないようなところばっかり今回映ってますね。もう本当にフリーハンドで描くこう奥の方とかは、ある程度フリーハンドとかで描いていくんですけども、ねえもうこれニードルは版画でドライポイントとかエッチングで使うようなあまり高くないようなニードルを使用しています。で定規でこうギュッギュッギュッと屋根のところとかも描いていきながらグッ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 もちろんこの後も描いていくんでね、これはもう一つのプロセスでしかないんですよ。だから30号1枚描くのにどれぐらいかかってんのかな。4ヶ月5ヶ月ぐらいはかかってんのかなと思いますけどね。こうニードルでこう引っかくのだけでも何時間もやってます。だから好きなことをやってご飯を食べていきたいという人はこういうことが全てはないんですよ。もちろんね。
でもこういうことをやってきたんです、おじちゃんは。もう大変なことをね。だからなんかこう、ぴょんとこうっていうわけじゃなく、何十年とこんなことやって暗い。ね、暗い。もうね、暗いと思う人はもう見たくない人は見なくていいです。本当に申し訳ないです。ね、見たいという人だけが。そしてその屋根のところだけに、絵の具を置いていくと。ね、もう本当にもう最後の細かい描写とかも、見せてるのか見せてないのか、ある程度まで見せてるのか、もう本当にその辺とかなるとなかなかね、皆さん最後は本物をぜひ見に来てくださいやっていう感じなんですけども、絵の具をこう塗りながら、まず暗いニードルの溝の中に暗い絵の具が入っていくというような感じにしていっております。ね。わかりますか？こうね。しんどい。もうなんか、でも昔よりもなんかこういろんなメディアがあって、音楽とかだけを聴いてたり、ラジオを聴いてたりとかした時代から今ね、YouTube でもいろんなのがあったり、テレビでやったニュースとかを1時間ぐらいを YouTube にアップ。完全に乾いてからこうやって削ってますと。すみません。ね。いろんな音がしますね。私の動画はね、いろんな音がするなと思います。削っていく音があったりとかですね。で、そうするとこう溝に入った絵の具が暗い色になって浮き上がってきたりとか、暗い色に見えたりとか、屋根が明るい。ちょっとこう、なんか普通にただ絵の具を置くだけよりもなんか古めかしい雰囲気になるじゃないですか。わかります？古めかしい感じ。そういった感じです。で、そして、また、前面を、ここからは空気感を出すような作業みたいなのをしていきますけども、前面を一回こう、完成油と呼ばれるもので濡らしていくんですけど、コバルトバイオレットと呼ばれる色を前面にジャ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 と塗っていって、コバルトバイオレットとポピーオイル、めっちゃ高いですね、ポピーオイル。ゾッとしました。高いですかね、前面に塗っていって、そしてこう奥の方はちょっと白っぽいスカンブリングといってですね、白っぽい絵の具をかけて奥の空気感みたいなのを出していくと。いろんな技法があるんですよ。ね、難しいですか？これでようやくちょっとその、白と紫系だけじゃあかんなっていうので、ちょっとこう黄色を混ぜたような色とかで、でいうとこうね、空気遠近法という状態にいたしました。ね、空気遠近法という状態にいたしました。で、指ですり込んだり、ティッシュでちょっと濃すぎたなとか思ったら拭き取ってあげたりとか、して遠近感を出していきます。それで、空の部分ですね。もうこの辺りでちょっと青空ぐらい入れようかなと思う。ちょっとこのグレートーンだけやったら厳しいなというふうに思うようになって、一回完成油で、濡らしてですね、完成油で空を濡らしまして、どないしたもんかなと思ってます。こうやって見るとすごくムラっぽいですけど、この後こうティッシュでこう拭き取る もったいないですけどね、完成油高なってんのにね、なんかいい手はありますかね。そしてまたこう地平線あたりのところをこう向こうと溶け合うようにしながら、向こうと一緒にしながら描いた。ねえ、途方もない仕事でございますよね。で、向こうに見える空、雲みたいな明るいのをビューッと置いてみたりとか、明るい色を置いてみて、そして輪郭、こう向こうの森の部分とビューッとこうしていくとか。おじさんの解説うるさいという人はミュートにしてくださいね。この辺は雲とか書いてね、もうまだこう全然深みはないですけど、若干空気遠近法出てきたなという感じ。この辺にほら、もうぼちぼちなんかこれは持たんぞというので、青い色をドンと置いてみました。うっすらこう雲の隙間から青いのが見えているというのだけでもアクセントになるかな。向こうからこうね、日が差し込むというか空が見えているということを絵なので変えました。はい。で、叩き腕とかで叩いて、こうグレーズした紫のところもあれば、不透明の白っぽいところもあればみたいな感じにしていってます。
で、ここからはまず陰影的なものを透明、茶系ローアンバー的なのとウルトラマリンブルーみたいなので、あれしていっておりますね。こういう感じでございます。すいません、キャメラが熱くなってきたらちょっとやばいかなと思います。途中で切れてしまうかもしれませんが、こういうグレージングという方法をとって、少しこう汚すというのと、ほぼ影はないんであれですけど、影みたいなものとか上の方から下の方を少し暗くするとかっていうような作業とかをして、ネチ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 と細かい描写をどんどんしていっております。そしてこの上に明るいところちょんと置いて、これぐらいかなと。この銅のこのね、ドームの状態のところっていうのを銅の色を置いて、明るい色を置いて、若干光が上の方は少しだけ当たっているような状態にしたりとか、こういう作業を繰り返しながら、こう徐々にという密度もこの辺とかね、細い線とかって入れてですね、書いていっておるわけでございます。そしてこう点々というので森とかを書いていったりですね、毛先ジャバッとしただけじゃなくて、そこにまた点描とかっていうのでこう書いていったり、いろんなことを手を変え品を変えやりながら、どんどん密度を上げていっております。突然切れてしまうかもしれないなというふうに思いながら、熱を持ってきたぞということのメーターが出ていて不安です。このようなできますか皆さん。最後はこんな感じで、それをまたグレーズまたしたり、乾いた後にグレーズしたり、また奥行き出したりとか、微調整とかしたりして、密度を上げていくということでございました。最後はちょっと僕ね、もうフェードアウトして、最後の細かい描写とかは皆さんじっくり見て完成までご覧いただければと思います。本日もご視聴ありがとうございました。この動画良かったという方、ぜひグラッとボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。してない方ぜひ。では。ご視聴ありがとうございました。どうだったですか？おじさんの髪の毛が気になりますか？短すぎますか？こういう細かい描写の仕事をしていったという30号の作品でございます。M の30号なんですけどね、もうちょっと書くんですけど、これからね、まだサインが入っていないんですけど、それはもう最後の書き込みというのを、ぜひ、本物
みてください。それではご視聴ありがとうございました。以上です。50万人目指してます。とくんははい、チャンネルチャンネル登録よろしくね。バイバイ。チャンネル登録押してね。ありがとうございます。止めて。